球の国全部行く。私は日系企業の普通のサラリーマン、エンジニアなのですが、2005年業務命令でイタリア・ミラノに転勤となりました。イタリアは旅行にはおすすめですが、問題が多くて住むのは大変な国です。1年経った2006年9月15日、人生が変わるほどの大きな事件が発生しました。この日の夕方、イタリア・ミラノの自宅に空き巣が入ったのです。イタリアでは空き巣自体は珍しくありませんが、空き巣なんて生ぬるいものではなく、武装強盗団に根こそぎ持っていかれました。警察はもし彼らと鉢合わせていたら殺されていただろうとのこと。今考えても恐ろしいです。今日は私がイタリア駐在時に武装強盗団に入られた時の話をします。私はミラノの東部ランブラーテというちょっと治安の悪い地域に住んでおりました。ミラノの西側、日本人学校の近くに多くの日本人が住んでいるのですが、私は顧客の工場がミラノの北東の郊外にあったので、比較的近いランブラーテのアパートに住んでおりました。この時、ランブラーテには私以外の日本人は一人も住んでいませんでした。なので、当初から私は目立っていたのかもしれません。こちらが実際に住んでいたアパート、日本で言えばマンションです。築80年以上のアパート、古いですが、中はリフォームしていて、とても綺麗で快適な部屋でした。ただし、エレベーターのドアは手動で手で扉を閉めないと動かないようになっています。エレベーターが動いている時に扉を開けると、その瞬間に途中の階でも自動で停止します。かなり原始的なエレベーターですが、イタリアには未だにこのタイプのエレベーターが多いです。2006年サッカーワールドカップドイツ大会、イタリアは準決勝のドイツ戦に勝利して決勝へ。イタリア人は点を入れるたびに車のクラクションを鳴らして大騒ぎでした。決勝戦、イタリアはフランスを破りワールドカップで優勝。イタリアに住んでいてワールドカップでイタリアが優勝するなんて最高と思っていたら、悲劇は突然やってきました。私はミラノ郊外にあるオフィスで仕事をしていたのですが、夜7時ぐらいに妻から泣きながら電話がありました。夕方買い物で外出して戻ったら家の中が破壊されて大変なことになっているとのこと。急いで家に帰ると、どの部屋も家具がひっくり返され荒らされていてひどい状態になっていました。最もひどかったのが寝室。寝室にはクローゼットがあって壁に金庫が取り付けられていたのですが、強盗団は電気ドリルを持参していて壁に穴を開けて金庫ごと持ち去っていました。金庫を壊す際に怪我をしたらしく、寝室の壁や布団に血がべったりとついていて気持ち悪かったです。確認すると現金、パスポート、婚約指輪など金目のものは全て盗まれていました。妻が夕方6時頃買い物に出た隙に強盗団が空き巣に入っていて、わずか30分ほどの犯行でした。妻は買い物の帰りに家の前にあるバールで一杯コーヒーを飲んだそうです。時間にすると5分ほど。警察はあなたがコーヒーを飲まなかったら強盗団と鉢合わせになっていてきっと刺されて殺されていたでしょうとのこと。私は電化製品や貴重品など壊されていなかったのでよかったと言うと、警察は一度空き巣に入ると手順が分かっているので空き巣はまたやってくる、今度盗むために取っておいてあるのでしょうとのこと。私はもうここには住めない、引っ越さないと思いました。推測を含めて強盗団の手口を説明します。強盗団はランブラーテを縄張りとしている集団で、今回の空き巣には20人ぐらい関わっているとのこと。私のオフィスにも見張り役が1日見張っていたようで、何時に帰宅するのか確認していたようです。また、イタリアでは一般的なのですが、アパートの入り口に小さな管理人室のような部屋があって、門番さんがいます。ポルティエーレといって、朝から夕方まで花に水をやったり、掃除をしたり、住民とおしゃべりしたりしています。これが重要な業務で、住民以外の知らない人がアパート内に入らないように監視も兼ねているのです。強盗団は門番さんがいなくなる6時以降、かつ家に誰もいない時を毎日伺っていたのでしょう。6時過ぎに妻が買い物に出た隙に電気ドリルを持った5人組がエレベーターで8階まで上がりました。うちは7階で段差がある建物の広いベランダがあったので、一つ上の階から飛び降りて
窓から侵入しました。そして電気ドリルで金庫を掘り出し、さらに金目のものを急いでかき集めました。旅行用のトランクが2個なくなっていたので、トランクの中に金庫や金目のものを入れて逃げ帰ったわけです。日本円やユーロの現金を金庫に入れていたので、被害額は400万円ぐらいになりました。警察はすぐ来てくれましたが、あまり親身にはなってくれませんでした。侵入した窓にはべったり指紋がついており、採取はしてましたが、後日聞いても照合などはしてないそうです。また、犯人たちがベランダから侵入する際、対面のアパートの人が見ていて、複数の方が警察に通報してくれたそうですが、警察は動かず、しかもその通報の事実すら知らないということでした。寝室のベッドシートには血がべったりついていたので、それを証拠にと警察に持っていくと、ここはイタリアだ、そんなもの持ってこられても困ると言われ、驚きを超えてもういいやと思いました。よく考えてみると、警察もイタリア人です。仕事を積極的にやるはずがありません。同僚のイタリア人に聞くと、空き巣ぐらいじゃ警察が来ないこともあるそうです。さらには、警察が泥棒とグルになっている場合もあるとのことで、だからこの対応なのかと納得しました。警察は被害届を書いてくれる事務所と思っていた方がいいとのことで、さすがイタリア、ひどいなと思いました。組織犯罪の場合、一人が捕まると組織全体が判明し、全員が捕まる可能性があります。彼らはこれを最も恐れています。よって犯人と鉢合わせて顔を見られたら殺されることもあります。もちろん殺人となれば警察が動くので、彼らもなるべく傷つけたくはないのですが、顔を見られたら刺されます。ある人は夜中に犯人が忍び込んできて目が覚めたそうです。でも犯行が終わるまでじっと寝たふりをしたそうです。気づいてしまうと大変なので。もし現行犯で犯人を捕まえてしまったら、それはそれでまた大変なことになります。犯罪組織の報復が待っているのです。私がもし犯人を逮捕してしまったら、後日報復により殺されるだろうと言われました。究極の逆ギレと思いましたが、彼らは泥棒という正当な業務を行っているので、それを邪魔する者には制裁を加えます。後日、イタリア人の同僚20人ぐらいに聞いたところ、半分以上の人は空き巣にあったことがあるということでした。3回もあったという人もいてびっくり。イタリアは泥棒天国、怖い国です。家が破壊され、強盗団は再びやってくるということで、引っ越しさせてくれなかったら会社を辞めて帰国しますと人事に伝えると、特別に引っ越しを許されました。それまでは近くのホテルに滞在しました。不動産屋にミラノで治安の良い安全な場所に住みたいと言うと、ミラノに安全なところなどないですよと言われてがっかり。1ヶ月ほど家を探してランブラーテから少し離れた新興住宅街の新しいアパートを借りることができました。セキュリティも良いです。これで一安心と思ったのですが、イタリア人の同僚に、強盗団はお前の引っ越し先もちゃんと把握していて、どこに住んでいるか知っているから今後も気をつけろと言われました。私は今までの努力は何だったんだとがっかり落ち込みましたが、その後は帰国するまで空き巣に入られることはなく、無事に住むことができました。イタリアの警察はひどいですが、当時親身に対応してくれた友人たち、会社の人事には今でも感謝しています。私の保険では家の外の盗難には対応しているが、家の中の盗難は対象外ということで諦めていたのですが、出向先のイタリアの会社名義でアパートを借りていたので、その保険が適用されることになりました。被害額の約半分が戻ってきて、これは本当にありがたかったです。外国に住むと事件や事故に巻き込まれることがありますが、金よりもとにかく傷害、怪我をしないことが最も重要です。お金はその後頑張ればなんとかなりますが、刺されたり怪我をしたら心にも大きな傷が残ります。外国に旅行や移住して事件に巻き込まれた時は、金はあげてもいいから怪我がないように注意しましょう。以上、ご視聴ありがとうございました。